こんにちは、名神工業です。今回はコーキングの練習の仕方についてご紹介したいと思います。身近にあるものを使って少し練習をしてから本番に取り組んだ方が少しでも上手に仕上がると思います。ぜひこの動画を参考にしてみてください。今回は一般の方がコーキングを打った時によく見かける失敗例とその対策方法も解説していきたいと思います。それではどうぞ。はい、用意するものは新聞紙、汚れの付着の防止です。 50mm の布製粘着テープ、紙製でもいいですけどね、幅は 50mm あった方がいいと思います。それから適当な段ボール箱、あんまり大きいものよりもこれぐらい小さいもの、もう少し小さくても大丈夫です。こんなものを用意してください。あとはマスキングテープですね。それでは練習用の課題を作っていきたいと思います。はい、まずは新聞紙を引いていきます。ここに段ボールを乗せます。そしたらこの角にちょうど半分ずつになるぐらい 25mm ずつ適当でいいです。ちょうど角を作ってください。こんな感じで新聞紙固定しといた方がいいかな。固定してくださいね。かなって感じ。こんな感じです。これはただ段ボールを固定するために貼ったテープです。これで新聞紙と段ボールが固定されました。これからが作業台作りです。何回も練習するためにもう一回布製粘着テープを貼ります。この上に一番最初に貼った要領で半分ずつかかるように貼ります。直角が出るように貼ってください。そしたらマスキングテープを貼ります。今回はこの角の部分を斜めにコーキングを打つやり方を練習します。横から見ると三角形の形にコーキング剤がなるように練習ですので、2枚目に貼ったテープの内側にコーキングを打つように貼ります。はまっすぐだいたい角から5mm ぐらい、7mm ぐらいですかね、1センチまでいかないぐらい貼ります。上側にも角から 7mm ぐらい離したところで貼ります。こんな感じ、こんな感じですかね。こんな感じです。はい、まずここで一般の方がよく失敗する3つの失敗結果をお見せして、どうしてそうなるのか、どうすればそれを防げるのかを解説していきたいと思います。それでは失敗例その1、コーキング剤のまくれ上がり。こんな感じ、まくれ上がってるの分かりますか？これはテープに対して仕上げのヘラが大きすぎることで起きる現象です。失敗例その1、再現していきたいと思います。まずテープを貼ってコーキングを打つのには失敗には関係ありません。この後です。ネジの幅に対して仕上げ用のヘラが大きすぎるとこんな感じでテープを剥がしてみます。よく見ててください。ここです。ここほら、わかりますかね。ヘラのサイズ大きすぎるとこのようにコーキング剤がまくれてきます。
敗例その2。このようにはみ出たシーリング材が残ってしまっています。はい、失敗2は失敗1とは逆に仕上げのヘラが小さすぎる場合です。せっかく養生テープを貼ってもこれでは全く意味がありません。このような仕上がりになってしまいます。失敗例その3。時間が経ちすぎてこのように表面がボロボロになってしまうことです。このように表面が固まってきてしまったせいでボロボロになってしまいます。他にも難しいところあるかもしれませんが、割とこの3つが失敗しやすいところなので、これから解説する方法で気をつけて作業をしてください。それでは1番2番の失敗のないようにこれからコツを紹介していきたいと思います。まずコーキングをする道具を用意します。コーキング剤とコーキングガン、それからこれが大事、コーキングの目地の幅に合った仕上げ用のヘラです。目地幅に合った仕上げ用のヘラというのは、これではテープにかかりきっていませんね。これではテープへのかかりが大きすぎてこれ以上しならせられませんので、少し大きすぎます。このくらいテープに5ミリずつかかるぐらいの幅の仕上げヘラを用意してください。こんな感じですね。これをしならせることでちょうどいい仕上げのヘラになります。これはご自分でこの先端を切って調整してください。それからこれが重要なんですが、仕上げた時は必ず1回コーキング剤に触ったらこのヘラをきれいに掃除します。そしてまた仕上げる、またこれを掃除する、そして仕上げる。1回コーキング剤につけるたんびにきれいに掃除することが重要です。さらにここで一つ工夫を加えたいと思います。コーキング剤は往復で仕上げます。片方で終わりということはありません。これはいろいろあるんで、往復で仕上げるということを覚えておいてください。ということでここから一工夫です。はい、仕上げるために目印のガイドラインをつけたいと思います。まずこのテープの縁から2ミリぐらい外側、1、2ミリぐらい外側ですね。ここに1本線を引きます。こんな感じですね。そしてさらにもう1本、さらに1、2ミリ外側に線を引きます。はい。壁の方も同じようにだいたい1、2ミリ程度で線引きます。こんな感じ。大体でいいです。これは何のガイドラインかというと、ヘラを往復する時の目印となります。先ほど言ったように往復で仕上げます。最初は右から左。この右から左に行く時は外側の黒い線が見えるように仕上げます。そして最後の仕上げ、左から右に行く時に内側のライン、この内側のラインが見えるように仕上げます。ですから最初は少し力を抜いて撫でる、2回目はちょっと力を入れて撫でるです。この力がかかった状態を最後まで均一な力で仕上げていくのが綺麗に仕上げるコツです。実際にやってみます。打つときは少ないよりは多めに打ってください。まず右から左、これはあまり力を入れないで軽く、外側のラインが見えるか見えないか
今少し見えてるかな、見えてないかなぐらいなので、ちょっと力入れますね。これぐらい。ちょっと外側のラインが見えてますね。そしたら次は最終仕上げ。右から左です。この時に2番目の線が見えるように力を入れていきます。こんな感じで。大体でいいんで、うっすら見えてたり、この辺にラインがあるなーっていうのが分かる程度でいいです。ちょっと上削りすぎましたね。ちょっと上削りすぎたんで、ちょっと直します。こんな感じ。下のライン見えてますね。こんな感じです。ほら。なかなか1回ではこのようにはいかないと思いますが、こんな感じですね。わかりますかね。はい。そしたらこの2枚わざわざ貼ったテープ、このためです。これを剥がせばもう一度できます。もう一回テープ貼りましょう。